2026年8月から高額療養費の自己負担の上限が上がります。一般的な所得の会社員でも入院や手術のたびにこれまでより負担が重くなる可能性があります。これは一部の方だけの話ではなく、公的医療保険に加入しているすべての方に関わる話です。ただ、その負担増を和らげる新しい仕組みも同時に用意されています。医療費の負担がどう変わるかは、健康保険の種類や年収、実際の医療費によって変わります。今回は、制度の中でも誤解されやすいポイントに絞って整理します。2026年8月から高額療養費制度の自己負担の上限が引き上げられます。とはいえ、すべての人が同じだけ負担が増えるわけではありません。保険が効く治療なら何でも対象になるわけでもありません。今回の動画では自己負担の上限は具体的にどれくらい変わるのか、新しく生まれる年間の上限とは何なのか、保険が効かない治療はどう扱われるのか、高くなった医療費に今から備える方法はあるのか、この4つを順番に整理します。その後に私自身が10年前に経験した入院と手術の話もお伝えします。お金と自由の航路へようこそ。船長です。制度の名前や数字に振り回されず、自分の家計にとって何が変わるのかをこれからも分かりやすく整理していきます。今後も制度が変わるたびに数字と根拠を一つずつ確認しながら丁寧にお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。まず、今回の制度改正を知ったときに思い出した私自身の経験からお話しします。約10年前で私は手術を伴う入院が事前に決まっていました。想定される医療費が高額になることが分かっていたので、限度額適用認定証の申請が必要だと判断しました。加入している健康保険組合に連絡をして発行を依頼しました。有効期間は1年間で、発行された認定証を入院の時に病院へ提出しました。治療自体は保険が適用される内容でしたが、保険が適用される医療費でもかなり高額になる内容でした。そこに限度額適用認定証が使えたことで非常に安心しました。この制度があって本当に良かったと今でも感じています。だからこそこの制度が今回どう変わるのかを他人事ではなく自分の話として確認しておきたいと思いました。ただ正直に言うと、以前の自分の入院や手術に今回の改正を当てはめたとき、自分の場合はどう変わるのか、支払いがどれだけ増えるのか、手続きの仕方が変わるのか、正直まだよく分かっていません。同じような手術が今後起きないとは言い切れませんし、その時にどう変わるのかという不安もあります。制度の詳細が複雑かどうか自体、年収によってどう変わるのかも、私自身、まだ十分に理解できていませんでした。だからこそ今回の動画で、一つずつ整理しながら、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そもそも高額療養費制度は、1ヶ月にかかった医療費の自己負担が、一定の上限を超えたとき、超えた分が払い戻される。または窓口での支払いが、その上限までで済む仕組みです。年齢や年収に応じて、上限額があらかじめ決まっています。さらに、あまり知られていない仕組みとして、世帯合算というものもあります。同じ世帯で、同じ公的医療保険に入っている方が、同じ月に医療機関を受診した場合、それぞれの窓口負担を合算できる仕組みです。一人一人の窓口負担が上限に届いていなくても、家族の分を合わせることで、高額療養費の対象になることがあります。ただし70歳未満の方は、1回の窓口負担が2万1000円以上のものだけが合算の対象になります。また、同じ世帯であっても、加入している公的医療保険が違うと、合算できない場合があります。例えば、
一方が後期高齢者医療制度、もう一方が国民健康保険というケースです。ご自身とご家族が同じ医療保険に入っているかどうかも一度確認しておくと良いポイントです。例えば、同じ月に夫婦それぞれが通院や入院をした場合、一人一人の窓口負担は少なくても合算すると上限を超えていることがあります。思い当たる方は一度確認してみる価値があります。ここでよくある誤解を先に整理しておきます。一つは、この制度があるから医療費はいくらでも安心という考え方です。もう一つは今回の改正でみんな一律に同じ金額だけ負担が増えるという考え方です。実際には負担の上限は年収によって区分が分かれていて、区分ごとに増える金額も同じではありません。そして保険が適用される治療と保険が適用されない治療とで扱いが全く違います。まずは月ごとの自己負担の上限がどう変わるのかを見ていきます。現在70歳未満の会社員は年収に応じて大きく5つの区分に分かれています。例えば、年収がおおよそ370万円から770万円ほどの一般的な所得の区分では、現在の月の上限は8万100円に医療費の一部を上乗せする計算方法になっています。2026年7月時点で報じられている内容では、2026年8月からこの区分の上限は8万5800円前後に引き上げられる見込みです。月当たりおよそ5700円ほど負担が増える計算になります。年収がより高い区分でも年収がより低い区分でもそれぞれの上限が数千円から数万円ほど引き上げられる方向で調整が検討されています。正式な金額は国の政令で確定するため、現時点で把握まで報道段階の見込みとして受け止めてください。ここで新しく生まれる年間上限についても整理しておきます。これまでの高額療養費制度は月ごとの上限だけで判断する仕組みでした。ある月は上限を超えて高額療養費が使えても、別の月は上限に届かず満額に近い負担が続くという方もいました。2026年8月からはこれに加えて年間の上限が新しく設けられます。1年間に支払った自己負担の合計が所得区分ごとに決められた年間の上限額に達すると、それ以降の窓口負担がかからなくなる仕組みです。報じられている見込みでは、先ほどの一般的な所得の区分で年間の上限はおよそ53万円とされています。がんの治療や難病、慢性的な病気などで長期にわたり通院や入院を続けている方にとって、この年間上限は大きな支えになり得る仕組みです。合わせて直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の上限を下げる多数回該当という仕組みも今回の見直しでは据え置かれる方向です。例えば一般的な所得の区分では4回目以降の上限は44,400円のまま維持される見込みです。長く治療が続く方への配慮を強めるという方向性は今回の見直し全体を通じて一貫しています。さらに2027年8月には所得区分がより細かく分けられる予定があります。今よりも区分の数が増え、それぞれの上限額も段階的に見直される方向で議論が進んでいます。ここまでは制度が手厚くなる部分の話でした。一方で正直にお伝えしておきたい制度の限界もあります。高額療養費制度はすべての医療費を対象にしているわけではありません。先進医療にかかる技術料は対象外です。診察や検査、投薬や入院そのものの費用は保険が適用される部分なので高額療養費の対象になりますが、先進医療の技術料そのものは全額自己負担のままです。先進医療に指定されていない自由診療を選んだ場合は、通常なら保険が適用される部分まで
自己負担になることがあります。この他にも差額ベッド代や入院中の食事代は高額療養費の対象外です。厚生労働省の調査によると、差額ベッド代の平均は1日あたりおよそ6800円で、個室の場合は平均8600円ほどになります。入院が長引けばこれだけでもまとまった金額になります。ただし病院側の都合でやむを得ず個室に入ることになった場合は差額ベッド代を支払う必要がないケースもあります。自分が希望して個室を選んだのか、それとも病院側の事情によるものなのか、確認しておく価値があります。制度が手厚くなったとしても、これらの費用は引き続き自分で備えておく必要があります。皆さんは今回の見直しを聞いてで、自分の家計にとって負担が増える方向だと感じたでしょうか。それとも年間上限のような支える仕組みが増えたと感じたでしょうか。今の医療保険との向き合い方について感じたことがあれば、一言だけでもコメントで聞かせてください。ここからは今から確認しておきたいことを具体的に整理していきます。一つ目は限度額適用認定証の確認と申請です。入院や手術が事前に決まっている場合、窓口で支払う金額をその月の上限までに抑えられる仕組みがあります。加入している健康保険組合や協会憲法、市区町村の窓口に連絡して発行を申請すれば、数日から数週間ほどで手元に届きます。発行された認定証を入院時に病院へ提出しておけば、窓口で高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。ここで実務的に知っておきたいポイントを一つ付け加えます。オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証を事前に申請しなくても、窓口での支払いが上限額までで済む場合があります。ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関では、引き続き限度額適用認定証の提示が必要です。また住民税非課税など低い所得区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を使う場合でも別途申請書の提出が必要になることがあります。自分がかかる医療機関がオンライン資格確認に対応しているかどうかも事前に確認しておくと安心です。急な入院で事前の申請が間に合わない場合でも、後から高額療養費として払い戻しを受けられる仕組みが残っています。ただし、申請してから実際に高額療養費として払い戻されるまでには、レセプトの審査などで3ヶ月ほどかかることがあります。その間の資金繰りが不安な場合は、高額療養費として払い戻される見込み額の8割から9割ほどを無利子で借りられる高額医療費貸付制度という仕組みもあります。加入している健康保険組合や協会憲法、市区町村に問い合わせれば利用できるかどうかを確認できます。事前の限度額適用認定証の準備がやはり一番安心できる方法ですが、間に合わなかった場合の次の選択肢として覚えておくと良いでしょう。2つ目は自分がどの所得区分に当てはまるのかを確認しておくことです。加入している健康保険組合や協会憲法のウェブサイトには区分ごとの上限額の早見表が用意されています。自分の標準報酬月額や年収のおおよその目安を確認し、標準報酬月額は毎年の給与明細や社会保険料の決定通知に記載されています。手元に見当たらなければ、勤務先の人事や総務の窓口、または加入している健康保険組合に問い合わせれば確認できます。どの区分に近いのかを一度チェックしておくと、いざという時に慌てずに済みます。合わせて確定申告で医療費控除を使う場合の注意点もお伝えします。高額療養費として払い戻された金額は、医療費控除の計算の時に支払った医療費から差し引く必要があります。同じ医療費について高額療養費と医療費控除の
両方で満額の控除を受けることはできません。確定申告の時期までに高額療養費の金額が確定していない場合、見込み額を差し引いて申告し、後で金額が変わった時に修正の手続きをすることになります。医療費控除も合わせて考えている方、この点を覚えておくと申告の時に慌てずに済みます。3つ目は民間の医療保険との向き合い方を見直すことです。ここは私自身の話に食い本音でもあります。高額療養費制度がここまでと整っているのに、民間の医療保険にある程度の保険料を払い続けていたことを正直もったいなかったと感じています。入院給付金が出るのは入院しているその時だけですが、毎月の保険料は普段からずっと払い続けるものです。もちろん単純にプラスマイナスだけで比べられる話ではないと分かってはいます。それでもある程度の生活防衛資金があれば、この制度がある分だけ民間の医療保険に入る意味は薄いのではないかと当時から感じていましたし、今もそう思っています。そこで私は以前入っていた一般的な医療保険を実際に解約しました。今はがんに特化した保険などより保険料が安い最低限の保障を探している段階です。これは私個人の判断であり、家族の状況や貯蓄の状況によって最適な答えは変わります。無理に解約を進めるものではなく、一度立ち止まって見直してみる価値はあるという提案として聞いていただければと思います。今入っている医療保険の内容は今のご自身の状況に合っているでしょうか。保険証券を引っ張り出して一度目を通してみるのも悪くないタイミングかもしれません。4つ目は家計の中で削れる部分を合わせて見直すことです。医療費の自己負担が上がる方向にある以上、保険料や固定費など他の部分で調整できる余地がないかを確認しておくことも大切な備えになります。具体的には毎月の保険料だけでなく、なんとなく契約したままのサブスクリプションサービスや利用頻度が低い会員サービス、見直していない通信費のプランなども確認しておきたいところです。医療費のように急に必要になる支出が増える可能性がある以上、普段から見直せる固定費を小さくしておくことがいざという時の安心につながります。一つ一つの金額は小さくても積み重なれば年間で数万円単位の差になることもあります。医療費も含めた家計全体をざっくり見える化したいときは、無料ツールお金と自由のコーロナビも目安として使ってみてください。年金や生活費、貯蓄などをもとに今のお金がどれくらい続きそうかを確認できます。では今日の内容を4つにまとめます。まず1つ目は2026年8月から月ごとの自己負担の上限がすべての所得区分で引き上げられる見込みです。正式な金額は国の政令で確定します。2つ目は新しく設けられる年間上限によって長期にわたり治療が続く方の負担に歯止めがかかる仕組みが生まれます。3つ目は先進医療の技術料や自由診療、差額ベッド代や食事代は引き続き高額療養費の対象外です。制度が手厚くなっても全てをカバーしてくれるわけではありません。4つ目は限度額適用認定証の確認と自分の所得区分の把握、そして民間保険との向き合い方の見直しが今からできる備えです。財源や制度全体の事情を考えると自己負担の上限が上がること自体はある程度は避けられない部分もあると感じています。ただ制度を使う側から見れば単純に自己負担が増えるだけの話は正直ありがたいことではありません。それでも変化そのものは避けられないと考えると、家計の中で削れる部分、特に不要になった医療保険の見直しを生活の中の他の節約と合わせて進めていくことが現実的な備え方だと私は考えていますし、実際にそうしています。今回お伝えした具体的な金額はあくまで2026年7月時点で
報じられている見込みの数字です。正式な金額や条件は今後の政令で確定します。続報が入り次第、このチャンネルでも改めて詳しい数字を整理してお伝えします。高額療養費という一つの制度の中に、上がる負担と支える仕組みの両方が含まれています。数字だけを見て不安になるのではなく、自分の所得区分と対象になる範囲を一つずつ確認しておく。その積み重ねが、これからの医療費と落ち着いて向き合う力につながっていきます。制度を正しく知ることは、漠然とした不安を具体的な行動に変える一番の近道だと私は考えています。最後まで一緒にご自身の医療費や保険を見直すきっかけにしてくださりありがとうございます。今回の内容が参考になったら高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。